あなたにはもう一度会ったら怒りを抑えられないと感じる相手はいますか？ 2005 年6月13日、スペインアリカンテ州ベネフサル、街の片隅にある小さなバーのカウンター席に一人の老人が腰掛けていました。彼の名はアントニオ・コスメ・ベラスコ・ソリアーノ。アントニオは疲れた顔をしていましたが、運ばれた朝食に笑顔を見せます。ここへ来るのも随分久しぶりだな。アントニオが懐かしむようにつぶやいたその時、また一人客が店の中へ。その客を見るなりマスターは大きく目を見開きました。この女は。女性は一直線にカウンターに座っていたアントニオの背後へ。そして一本のボトルを取り出すと彼の頭にガソリンを浴びせかけたのです。私はお前のやったこと忘れてないからな。バーの店内で白昼堂々老人に火を放った女性。彼女がその老人を絶対に許せなかった理由とは。二人の長きにわたる因縁を知ったとき、あなたはそれでも女性の行いを許せないでしょうか？おぞすけんちゃんです。みやみこです。というわけでね、今回はね、スペインのお話なんですけど、スペインといえばね、バルサミコス。バルセロナ、サグラダ・ファミリアです。私勢いで言っちゃったから、バルサミコスがスペインなのかどうかよく知らない。俺も知りませんが、サグラダ・ファミリア、2月に行ったって話前したかもしれないけど、はいは建物が全部ね、聖書の中を表現してるようなもので、べらぼうに美しかったです。定番中の定番ではあるんですけど、サグラダ・ファミリアはぜひね、聖書の起源とかね、中身とか知った上で行くとね、かなり楽しめると思うのでね、皆さんもぜひね、行ってみていただければと思います。今回はスペインの小さな町で起こった殺人事件をご紹介します。白昼堂々と行われたその放火殺人は、母親が娘のために行った復讐だったんです。何それは娘さん自身が、お母さんが誰かを殺したくなるってほどひどいことをされたってことよね。殺人をやっちゃってる時点で悪ではあるんだけど、それだとしてもちょっと善悪の判断がなかなかつきづらそうな事件な気がするわね。まあそうですね、自分がもしこの母親だったらっていうことをね考えると、この母親をね責めれないなという方も多くいらっしゃると思います。事件の日、久しぶりに故郷に帰ってきた老人はそこで因縁の相手と再会するんです。積年の恨み。2005年6月13日、スペインアリカンテ州ベネフサル。この小さな港町へ7年ぶりに帰ってきた老人がいました。懐かしい景色だ。さて、どこに行こうか。すがすがしい笑顔でそう口にした老人の名はアントニオ・コスメ・ベラスコ・ソリアーノ。もともとこの町でレンガ職人をしていた彼は気さくな人柄から住民にも親しまれていました。5人の子供や孫にも恵まれ、賑やかながら穏やかに暮らしていたその頃を思い出しながら、アントニオは街を歩いていたのです。やがてたどり着いた先は彼が当時行きつけにしていたバー。いつものカウンター席に腰を下ろすと、マスターがすでに用意していたトーストを運んできます。お待ちしていましたよ。少し痩せて若返ったんじゃないですか？皮肉の効いた冗談を言うマスターを横目に、トマトペーストがたっぷり乗ったトーストにかぶりつき、ワインで流し込むアントニオ。朝から酒を飲みながらマスターと談笑する時間は彼にとって久しぶりの贅沢でした。そしてまったく俺はついてない男だよ。ついさっきも。アントニオが上機嫌な様子でそう言いかけた時のこと。なんだ！突然頭から液体を浴びせかけられ、アントニオは慌てて振り返りました。背後に立っていたのは彼もよく知っている一人の中年女性。同時にアントニオは自分の体からガソリンの匂いがしていることに気づいたのです。バーのお客にいきなりガソリン浴びせかけるってさ、もうなりふり構ってられない感じじゃないもん。この女性のね恨みの正体が何なのかっていうのが気になりますよね。目の前の女はアントニオを睨みつけ、顔を真っ赤にしてこう叫びました。私はお前のやったこと忘れてないからな。一見して悪人には見えないその老人に対し、底知れない恨みを抱くその女性は一体何者なのか。事の発端はこの時から7年前まで遡ります。時は遡り、1998年10月17日の朝、自宅の洗面所で顔を洗っていたのは13歳の少女、ベロニカ・ロドリゲス・ガルシア。その最中、母カルメンの声が聞こえてきました。ベロニカ、パンを買ってきてくれない？わかった。母の頼みに嬉しそうに返事をしたベロニカ。彼女は週に一度、お使いで頼まれるパンの買い出しをとても楽しみにしていたのです。それは数週間前、パン屋の近くの家で飼われている犬が子犬を産んだため。あの子たち、大きくなってるかな？子犬の様子が気になっていたベロニカは身支度を終わらせると、母カルメンからお金を受け取り、鼻歌混じりに出かけていきました。このベロニカってこの母親がさっきガソリンを浴びせかけた女性でしょ、じゃあベロニカって子が何かされたってことよね。
ね。そうなんです。この後ね、ベロニカと会ったアントニオは、彼がね、まるで街で慕われているおじさんなどとは、到底信じられないような行動に出るんです。お使いに出かけたベロニカが犬を見に行こうと回り道をしていると、彼女の家の隣に住む老人アントニオが話しかけてきました。ようベロニカ、どこに行くんだい？レンガ職人のアントニオは家の修理などで困ったことがあればすぐに駆けつけてくれる町の人気者。ベロニカの家にも何度か出入りしていました。天気がいいから鳥の観察をしているんだ。ベロニカも覗いてみるかい？アントニオはそう言うと手にしていた双眼鏡をベロニカに差し出します。しかし私、急いでるから。ベロニカは眉間にシワを寄せ消え入りそうな声でそう答えました。そう、彼女は気づいていたのです。アントニオが町の人たちがいる時には見せることのないねっとりとした気持ちの悪い視線を自分に向けていることに。アントニオの顔色を伺いながら先へ進もうとするベロニカ。すると彼はベロニカの首元にナイフを突きつけたのです。声を出すんじゃないよ。アントニオはナイフを突きつけたまま強引にベロニカの腕をつかみ、彼女を森の奥へ引っ張っていきました。そして人目の届かない場所まで来るとベロニカを乱暴に押し倒し、気持ち悪すぎるわよ。13歳の少女におじさんがでしょ、しかも隣の家の子にさ、手を出すとかさ、どれだけイカれちゃってんの本当に、しかもアントニオにはね、ベロニカと同じぐらいの年頃の孫娘がいるんです。60代の男がね、孫娘と同じ年頃ぐらいの女の子を性的な目で見るっていうこと自体にすごい嫌悪感を抱きますよね。その日、母カルメンは帰宅したベロニカを見るなり、目を丸くして彼女に駆け寄りました。ベロニカ、一体何があったの？体の至るところに浮かぶあざや傷。ベロニカは何者かに乱暴された以外には説明がつかない身なりをしていたのです。ベロニカはしばらく何も言えずにいましたが、母カルメンは病院へ向かう道中で彼女を説得し、アントニオのことを聞きます。カルメンは悩み迷いました。アントニオのことを通報すれば彼が何をしたのか、そして娘ベロニカが何をされたのかが街中に知れ渡ってしまうでしょう。ベロニカがその重圧に耐えられるかどうか、母カルメンは不安に苛まれていたのです。またベロニカはアントニオに公言しないと約束したからこそ、あの森から家へ返してもらえたと言います。ことを荒立てない方がこのまま穏便に暮らしていけるのではないか、そんな考えもよぎりましたが、やはりアントニオがベロニカにしたことを思うと許すことなどできるはずがありませんでした。あの男と何事もなかったように接するなんて絶対に無理よ。母カルメンはその日のうちに警察へ通報。アントニオはすぐに逮捕の運びとなったのです。隣のさ、おじさんが自分の娘に性的暴行してたなんてもう信じられた話じゃないわよね、もう。しかも仲良くしてたわけでしょ、そのおじさんと。もう裏切られたどころの話じゃないわよ。これだけでもね、十分不幸すぎるんですけれども、母親と娘にとってはまだ地獄の入り口にしか過ぎなかったんです。批判と擁護。アントニオに襲われたあの日から食欲もなく、ずっと自室で塞ぎ込んでいたベロニカ。彼女は事件から4日後、勇気を振り絞って学校へ向かいました。早く普通の生活に戻れるように頑張らなくちゃ。心の中にはまだ重たい鉛が沈んでいましたが、できる限りの笑顔を作って教室の扉を開けたベロニカ。すると、ベロニカ、やっと学校に来たんだな。お前、そんな小さい胸でジジイを誘ったのか？そう、ベロニカを襲った強姦事件の報道はすぐに町の人々の知るところとなり、クラスの噂になっていました。そしてこのベネフサルは事件などめったに起こらない平和な町。加えて犯人がみんなから慕われているアントニオだと言われれば、町の人々が何かの間違いだと思うのも自然なことだったのです。ベロニカがアントニオを誘惑した。わずか13歳の少女に対するものとは到底思えないその噂を口にするのはクラスメイトだけではなく、ベロニカは街を歩くたび軽蔑の眼差しを向けられました。あんな子供が大人を誘うなんて、アントニオが気の毒だわ。市民の多くがアントニオの無実を信じ、ベロニカと母カルメンが嘘をついていると断じました。こうしてベロニカは学校へ行くこともままならなくなってしまったのです。ベロニカはまだ子供なのにアントニオを誘っただなんてさ、そんな馬鹿げた話あるわけないじゃないのよ。アントニオがね、それだけ町の人に慕われてたってことでしょうね。裁判ではね、彼に有罪判決が下されるんですが、それでも世間からのベロニカたちへのね、見方っていうのは変わらなかったんです。事件から2年後の2000年12月、アントニオにベロニカへの性的暴行で有罪判決が下されました。アントニオは犯行を頑なに否認していましたが、ベロニカの体と下着に付着していた体液が動かぬ証拠に、判決は懲役9年、加えて18000ユーロ、約300万円の賠償金支払いが命じられました。一方、裁判は公正に進められたとしても、ベロニカと母カルメンに対する市民たちの認識は変わらず、親子は公判を重ねるたびに誹謗中傷にさらされ
されたのです。犯罪者みたいに扱われてアントニオがかわいそうだ。あの親子と関わるとろくなことがないぞ。買い物や病院などどこへ行っても市民たちから蔑むような目を向けられたベロニカたちは次第に町の人たちから隠れて生活するように。かつては明るく社交的と知られていた親子はまるで別人のように暗くなってしまいました。そして事件から7年後、その時もまだ悪夢から目覚められないままだった母カルメンはあの男と再会してしまうのです。悪夢の中で2005年6月13日の朝、それは母カルメンが停留所でバスを待っていた時のこと。おい、久しぶりだな。聞き覚えのあるその声にカルメンは一瞬で寒気を覚えた。どうしてあの男がこんなところにいるはずないわ。彼女は声の方へ振り返る勇気を出せずにいた。しかしその男は確かにすぐそばに立っている。早まっていくカルメンの鼓動。おい、聞こえないのか？カルメンはしばらく反応できずにいたが、その男は大きく卑しい声で何度も呼びかけてくる。恐る恐る声の主へ顔を向けると、そこにいたのはそう、あの日自分たち親子を地獄に突き落とした男、アントニオだった。込み上げる吐き気を必死で抑えるカルメン。アントニオはあの頃と何も変わらず、赤ら顔をにやけさせ、馬鹿にしたように顔を覗き込んでくる。カルメンは無言で顔を背け、その場を去ろうとした。するとアントニオは言った。仮釈放で1日だけ帰ってきたんだ。ところで、ベロニカは元気かい？その男が娘の名前を口にした瞬間、カルメンは全身から血の気が引いていくのを感じた。娘を傷つけられ、この町での居場所さえも奪われたあの日の記憶がその脳裏に蘇る。そして目の前のその男は、また娘に何かしでかすつもりに思えた。この男は私が殺さなきゃいけない。その後、アントニオが行きつけのバーへ向かったのを確認した母カルメンは、すぐにガソリンとマッチを買いに走りました。そしてバーへ向かうと彼にガソリンを浴びせかけ、火のついたマッチを投げたのです。私はお前のやったことを忘れてないからな。カルメンがどんな思いをしてきたのかっていうのを知ってるとさ、この犯行ももう殺人なんてやっちゃダメでしょ、放火なんてやっちゃダメでしょって簡単に言えないことになってくるわよね。娘にね、あんなことをされたら絶対許せないですよね、そもそも。さらにね、もうすぐ釈放されるって考えると怖いですよね。そしてね、この時カルメンが放火という手段を選んだことには、彼女のね、心理的傾向も関係しているんです。本日のメトラキーワード、放火の心理について。数ある犯罪の中でも放火は弱者の犯罪と呼ばれることがあります。その理由はマッチ1本、ライター1つで手軽に実行できる反面、重大な被害をもたらすことと、対象と直接対峙せずに済むため力が弱くても実行に移せること。放火の動機は様々ですが、力の弱い者が強い者に対抗できる手段として復讐に用いられることが多いのです。放火殺人で有名な事件といえば、京都のアニメーションスタジオが放火され36人が殺害された京アニ放火殺人事件。この事件の動機もまた復讐でした。犯人は自作の小説を京アニに応募して落選。その後、自身のアイデアを京アニに盗用されたと思い込み犯行に及んだのです。個人から企業に向けた彼の犯行もまた弱者から強者への復讐と呼べるでしょう。助けてくれ！炎に包まれ絶叫するアントニオを冷めた目で見つめていた母カルメン。しばらくすると彼女は騒然とするバーを後にし、あてもなく街を歩いていきました。アントニオはすぐに病院へ搬送されますが、全身 60% の火傷を負っていた彼は11日後の6月24日、静かに息を引き取ったのです。アントニオの仮釈放は1日だけって言ってたよね。その1日で偶然カルメンと会っちゃうなんてもう運命のいたずらとしか言いようがないわよ、これ。何よりカルメンはね、殺人犯になってしまったわけで、アントニオを通報して嘘つき呼ばわりをされていた頃とは比べ物にならないほどのバッシングがあると彼女は予想していたんです。事件の翌日の2005年6月14日、裁判所へ母カルメンを乗せた車が到着すると、そこにはすでに多くの市民が集まっていました。この7年間、私もベロニカもずっと軽蔑の目を向けられてきた。今度も罵声を浴びせられるに違いないわ。カルメンは市民たちの反応に怯え、顔を隠しながら車を降りました。そして、来たぞ！一人の声が合図となり、その場にいた全員が母カルメンへ視線を注ぎます。覚悟はしていたものの、思わずその場に座り込み、ガタガタと震え出したカルメン。集まっていた市民たちは彼女に向かってこう言いました。あんた、本当によくやったな。
拍手と歓声に包まれる裁判所前、母カルメンは一瞬何が起きたのか分からずに唖然としますが、周囲の人々の柔らかな表情に気づくとおえつを上げ、顔をぐしゃぐしゃにしながら涙を流します。事件の日、市民たちはバス停に訪れたアントニオがカルメンに声をかける場面を見ていました。仮釈放中の身でありながら、娘は元気かと挑発するような態度でカルメンに声をかけたアントニオ。その態度は多くの人の反感を買い、カルメンと娘のベロニカが彼を陥れたという認識が改められたのです。また、性犯罪が軽く扱われる司法制度に不満を覚える人が多かった当時の時世も追い風となり、母カルメンの復讐は正当なものとして称賛される運びに、市民の声は徐々に大きくなり、約400人が街頭でカルメンの釈放運動を実施。いくつかのフェミニスト団体が動いたことでメディアにも取り上げられ、娘のベロニカも母を救うために過去の辛い出来事をカメラの前で語りました。事件から5年後の2010年、故意の殺人で有罪となったカルメンに下された判決は懲役9年6ヶ月。その後最高裁は彼女の一時的な心神喪失を認め、懲役5年6ヶ月への減刑を言い渡しました。スペインの殺人罪の刑罰は一般的には懲役10年以上15年以下。カルメンは世間からの誤解に長く苦しめられてきましたが、最後は世間が事件を正しく理解したことによって救われたのです。こうして娘を守ろうとしたカルメンの思いは最終的に報われることとなりましたが、世の中には正義の叫びを上げても聞き入れられない例も多々あります。もし大切な人が傷つけられたとして、あなたは世間からの批判を恐れずに戦うことができますか？あなたは全てを手放してもいいと思うほど相手を好きになったことはありますか？2024年5月8日、東京都新宿区西新宿、深夜3時頃、一人の若い女性が自宅マンションにあるコンビニに行こうとエントランスから出てきました。彼女の背後から近づく一人の中年男性。その男の手に握られていたのは一本の果物ナイフでした。男に声をかけられ振り向いた女性。その手にあるナイフを見て顔をこわばらせます。即座にその場から逃げようと走るもののすぐに転倒。やめてやめて、うるせんだよ、死んでくれ。倒れた彼女の髪をわしづかみにし、サブエントランスへ引きずり込んだ男は首や腹に向かって何度もナイフを振り下ろしたのです。何十箇所にも刃を突き立てられた結果、女性は命を落としました。亡くなってしまったのはガールズバーを経営していた25歳の女性。華やかな暮らしをしていたはずの彼女が殺害された原因は、男に全財産を貢がせ配信でバカにしていたから。美人キャバ嬢に本気で恋をしてしまった男。全財産を貢ぐほど好きだった彼女を殺してしまうほど男を追い詰めたものとは。真面目な男を狂わせたのは歪んだ思い込みだったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。